こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご投稿いただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。現在女性向けゲームでよくある煽りがめちゃめちゃ効いた構図でスチルっぽい絵を描いております。自分でざっくり当たりや素体のバランスを適宜調べてはいるのですが、大幅な崩れはなさそうに感じるけれど、なんだかやぼったいなぁともやもやっとしております。3D ポーズ人形を使用してトレースする手もあるのですが、できればアニメ系の職種もいいなと考えているので、極力現在は勉強のためにも使用は避けたいと思っております。本がチープかなとか、なんか他にも色々思うところはあるのですが、今回は人物優先で見ていただけたら嬉しいなと思います。シチュエーションとしては、君の実力見せてもらおうか、みたいな感じの、初めに主人公の力試しで登場するような生徒会長的上級生です。氷魔法使いという設定なので、本を持っていない手から氷魔法のエフェクトを書き込もうかなと考えています。ちなみにオリジナルキャラクターです。お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。皆さんの中にもこの質問者様のように煽りイラストをかっこよく描きたいけど、なんとなくうまく描けずに悩んでいる、なんて人も多いかと思います。実は煽りのイラストを描くときに初心者の人がよく間違いがちなポイントがありまして、この部分がしっかり描けているだけで煽りのイラストがよりかっこよくなりますし、煽っている感じをより強調した説得力のある絵にすることができちゃうんですよね。ということで今回は煽りの絵がかっこよく見える描き方のコツについてこちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、煽りのキャラクターを描くときに初心者の人がやりがちな絵が平面的に見えてしまう間違いを防ぐと同時に、どうすれば煽りの構図で説得力があるかっこいい絵にすることができるのか、その描き方のコツが分かっていただけると思いますので、煽りの人物を描くのが苦手な人、キャラクターイラストに説得力を持たせたい人はぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトにて受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。添削失礼いたします。女性向けゲームでよくある煽りがめちゃめちゃ効いた構図でスチルっぽい絵を描いております。自分でざっくり当たりや素体のバランスを適宜調べてはいるのですが、大幅な崩れはなさそうに感じるけれど、なんかやぼったいなともやもやっとしております。3D ポーズ人形を使用してトレースする手もあるのですが、できればアニメ系の職種も良いなと思っているので、極力現在は勉強のためにも使用は避けたいと思っております。本がチープかなとか、なんか他にも色々思うところはあるのですが、今回は人物優先で見ていただけたら嬉しいなと思いますと。シチュエーションとしては、君の実力見せてもらおうかみたいな感じの、初めに主人公の力試しで登場するような生徒会長的、上級生です。氷魔法使いという設定なので、本を持ってない手から氷魔法のエフェクトを書き込もうかなと考えてます。ちなみにオリジナルキャラクターです。お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いいたしますと。斜め構図なんで角度こうします。確かにおっしゃる通り、本とか手の部分が気になる。じゃあ気になりますね。これもあくまで僕だったらこう書くかなっていう部分でちょっと見させてください。気になるポイントとしては、顔の煽り方ですね。顔が正面側とそんな変わんなく見える。上向いてると上から見下してる感が出るんで、もっと煽っててもいいのかなっていう風に思います。というところが一つですね。で、耳の位置が左右でちょっと合ってないな。目のラインがここにあるのに、耳ここでしょ。こっちの耳がこの辺に来てるのが、ちょっとやっぱちょっと気になりますよね。この耳の位置は目の傾きのラインと合わせてあげてほしいな。あとは顔の傾きが奥の背景のパーセント揃ってないので、この人首を傾けているのかなって見えちゃいますよね。そしてこの襟ですね。煽りなのに下向きすぎてるなっていう。特に煽りの場合、下から見てるんで、こんなに部位が深くなんない。こんぐらいにしてあげたい。あとここね、このラッピングライン、こうしてあげた方が煽りっぽく見える。っていうことなんで、見せ方の問題ですけど、これぐらいにしてあげて、で、ネクタイのこのラッピングラインこっち向きにしてあげる。で、
まあよく言いますけど、こう人がいてね、この生徒会長やっぱ堂々としていてほしいんで、こうぐっと胸張って立っていてほしい。こう斜めになってるものをこっちから見たときに、ここの長さが短く見えるんですよ。正面から見たときの。なんで、このデコルテのスペースがちょっと長く描きすぎている。これは正面から見た時の比率で描いちゃってるなっていう気がします。なんで、このスペースはあくまでも下から見上げてるんで、ここがね、より短く見える。だから、これぐらいで十分だという話ですね。で、コートもですね、今、こっち向きにラインがなってるけど、下から見上げてるんで、ここに円柱描いてみましょうか。こうあるんですけど、下から見上げてるんで、もっとこういう円柱で、こういう襟がついているように描いてあげないと、下から見上げているように見えない。なんで、この人が、こっからこういう円柱で、こういう襟があるという意識で描いてもらいたい。この方がらしく見えるんじゃないでしょうか。そして体のシルエット悪くないと思います、これで。ただ、ここですよ。コートがこっちになびいてるのに、ウエストがキュッと締まってるのが、絞りがついてるならありかもしれないですけど、ブレザーのウエストが異常に締まるパターンね。これはね、もう表現の問題なんで、いいと思うんだけど、リアルに言ったら一応こうはなんないよっていう。つまり、ここが締まってて、ここだけなびいてるっていうコートの状態って、ここにウエストを固定する何かが入ってんのかなっていう印象になるんだけど、ただイラストとかね、アニメとかでもそうですけど、ここのシルエット細く見せたいよって時はこれありっていう風に僕は判断してます。まあリアルに言ったらそうならないよってことだけ一つ覚えておいてください。コートの背中のところに絞りがついているやつあるじゃないですか。だとしても、こうはなんないかなっていう気がすんだけどな。どうかな。この辺をもし直すんであれば、ここもこっちにちょっと膨らんだ方が、まあ現実的にはいいかなって気もしちゃいますけど、もう表現ということでご自由にっていう感じでいいかな。で、こっちがなびいてんのにこっちがなびいてないのもなんか変なんで、こっちもちょっと裏地を見せるようになびきましょうか。で、ここの回り込みもね、ちょっと弱いかな。まっすぐになっちゃってる。この人の体って前面と側面が見えてるわけですね。ここが前の面あって、奥に向かう面がここにある。長方形で描いちゃいましたけど、こういう奥行きがあるっていうのは、やっぱ体描くときに常に意識してもらいたいってことなんで、それを踏まえて、ここのリブを見てみるとですね、一直線になっちゃってて、奥行きが感じられないっていう感じがあるんで、前の部分、ここまでで、ここから後ろ、奥に回り込む、奥行きをちょっとつけてあげるだけでも立体感が出る。ここもまっすぐ描いちゃってるけど、下から見てるんで、こう、回り込むような煽り一つ入れてあげるだけでもちょっと違うのかなっていう気がします。で、まあ足はこれでいいかもしれないですね。あと、この腕、表現が曖昧だなっていう気がするんで、手はね、自分で写真に撮れるんでね、好きなように撮って描いていただきたい。本を持っていない手から氷魔法のエフェクト書き込もうかなと考えています。この後氷魔法がこの手から出てくるニュアンスなんで、人それぞれね、思うところがあると思いますけど、これはもう書いた方の解釈と僕の解釈が一致しないと思うところ。制服とかかっちりしたものって、ここがなんせかっちりしてるんで、曲がるときね、ここにシワできがちなんですよ。なんでそれも意識してあげるとよりいいのかなっていう。シルエット自体はあんま変えたくないんで、手の位置ここでいくか。よくあるパターンとして、こんぐらいがいいのかな。で、こっちの手も。下から見上げてんのに手のひらが見えてるってどういうことかっていう話なんですよね。下から見上げてる時に手のひらをカメラの方に結構向けないと手のひら見えないんで、この場合は手の甲側が見えてる方がいいんじゃないですかね。親指はだから見えない。で、本の角度ですけど、この人がね、自分で多分読むために本開いてると思うんで、これぐらいの角度じゃない？この人もっと煽っててもいいかな、顔。一旦じゃあこれでちょっと書いていってみます。で、パースに沿って縦パースがついていて、これが今、平行っぽくなっちゃってますけど、平行っぽいというか逆に上に行くに従って、ここが広がっちゃってますけど、上のものが小さくなるんで、こっちに行くに従って、こう狭くなっていってほしいんで。
下から煽ってる感じをより出すために、いろいろお話ししてきましたけど、下から見てるんでね、角度的にはここが短く見えるって話しましたよね。煽りの時ここの書き込みどうするのかっていうのは意識してほしいところですね。あとは、この辺のウエストのね、くびれを入れるのかどうなのか。リアルな服だったらあんまなんない。ここがこんだけ上になびいてるの。その辺もちょっと気になったので、修正しました。で、手の向きが手首折れてる感があるんで、上向きにしてこの辺に氷の魔法がね、出てくるんじゃないかなっていう気がしましたね。あとは、本の角度ね、このぐらいにした方がいいのかなっていうことでね、これも直しましたが、で、あとここが一直線に揃っちゃってんで、煽りが感じられない。立体であるってことを意識して、前面と奥行きが入ってるっていう意識を持って書いていただきたい。ここはこう来てこう来るようなつもりで、こういう回り込みを意識してほしいなっていうことで直させてもらいました。で、あとは簡単に色をポチポチしてってみましょうか。でね、影つけるときにね、エッジに今影が集まってるじゃないですか。なんとなく初心者の方って線のある部分に影つけておくとなんとなくいい感じになるんじゃないかっていう発想があるような気がするんですけど、そういうことでもないからね。この場合、後ろに窓あるでしょ。あとね、威圧感とか存在感、不気味な感じを出そうと思ったら逆光の方がいいかな。あとドラマチックにするんだったら横からのライトなんですけど、この場合のライティングが手に光が集まっていかにも魔法が出ますみたいな感じであれば、確かにこの手の中心から光ってるっていうことでやっちゃってもいいのかもしれないですね。そういう感じでちょっとライティングしてみます。最終的には立体をどこまで想像できるかってことですね。どういう立体になってて光源がここにあったとしたら、じゃあその光源に対して服のシワの立体がどう入ってるのかっていうのを自分で想像するってことなんじゃないですか。それができるかどうか。だから法則にのっとってやっている。あとはかっこいい影付けっていう。僕のいた学校の先生で、すごい有名な講師の先生がいたんですけど、正解かもしんないけど面白くないっていう。アニメとかもそうだけど、正確さよりも面白さがあった方が楽しいし、見る人にただ正確なものを伝えるだけだったら、それってアートにする必要なくないっていうさ。もちろん正確さは必要なんだけど、いかにそのエンタメ性な嘘がそこに入れ込めるかっていうのは必要なんじゃないですか。エンターテインメントって嘘だからね、結局のところ。そういう嘘をどう入れ込むか。よく言ってたのは、本物をそのまま描くのは、その辺のおばあさん連れてきて描かせたって描けるんだみたいなこと言ってましたけど、本物をそのまんま描くっていう技術じゃない。面白く描くかどうからしく見せるっていう技術がイラスト、絵の世界でもそうだけど、別に絵が上手いとか下手じゃなくて、それっぽく見えるよね、雰囲気あるよねっていう方が大事になってくるのかなっていう気もしますよ。でも、型を崩すためには型を知ってないといけないっていうのがあるんで、そこら辺ができてないと、ちゃんとしたものが描けないと、型の崩しようがないっていうね、話っすよね。大塚康夫さんも言ってましたけど、下手でも面白い絵の方がいい。小綺麗にまとまった絵よりもさ、っていう話を僕は聞いて育ったんで、説得力のある嘘があった方がより面白いんじゃないかなっていう気はします。こんな感じで書いてあげると、より上から見てる感じが出るんじゃないでしょうか。ということで、今日はこんな感じでね、書いてみましたが、いかがでしたでしょうか。煽りがめちゃめちゃ効いた構図でっていう話だったんで、これだとあんまり煽りが効いてないんだよな。ちょっと煽ってる感ありますけどね。だから、こんぐらいの煽り感で書いてあげると、なんか魔法使いそうだなっていう感じが出ていいんじゃないでしょうかというところでございます。いかがでしたでしょうか。ということで今回は煽りの絵がかっこよく見える描き方のコツについてお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。